34のスカイライン2000年式と言いますけどセダンですね。Welcome to our channel. Enjoy our new content with English subtitles, created for our global audience. The featured cars in this video are available worldwide. 600万超えてるやつとかもあるんですよ。ここからさらにですね、お値段を安くします。はい、じゃあよし君こんにちは。こんにちは。本日は6月の26日ですね。はい。はい。やっていきましょう。前回の撮影からは1ヶ月ぐらいはい。ちょっと空いてしまって、しかも今日は、時間の関係で撮れるのはこの1台とはい。いう形になっております。早速やっていきましょう。はい。今日紹介するのはですね、こちらの、34のスカイラインはい。になります。で、まあみんなご存知の、スカイラインで、はい。でこの車は R34 型のスカイラインの、まあ、横から見てもらうと分かりますけどセダンですね。はい。セダンのモデルになっておりますと。で、今ですね先に言っちゃうとこの R34 のスカイラインってはい。値段今めちゃめちゃ上がってて、はい。で例えばその、まあ、セダンとさクーペがあるじゃん。はい。で、まあ、ヨッシーでも分かるよね、人気があるのはセダンよりもクッペ。クーペですよね。はい。で、エンジンに関しては、まあ、ターボ付きとターボなしがありますけれども、はい。まあ、ターボ付きの方が当たり前ですけど人気があると。はい。で、シフトはオートマよりもマニュアルの方が人気があるはい。っていう形なんですけれども、例えばこの3点セット、まあ、クーペでターボで純正のマニュアルはい。だとして、10万キロぐらいの車ではい普通に走れる車とかだと、はい。今ね価格がねだいたい500万ぐらいまでいっちゃってるかな。500万。はい、そんなに。めちゃめちゃ高くない？それはちょっと想定外です。そうなんですよ。はい。これね、まあ多分カーセンサーとかちょっと俺あんま見ないんだけどさ、は多分ねもっと高く売ってる車屋さんも全然あると思ってて、はい。それはね決してぼったくりとかそんなんじゃなくて、本当にオークション相場、要はみんなの仕入れ値が高いんですよ、めちゃくちゃ。そうなんですね。そうでオークション会場とかでもだいたい人気がある仕様って GTR 仕様みたいな感じでさ、純正のバンパー入れてるのもあればユーラスとかさ、ああいうアフターパーツ、アフターメーカーの、まあ、社外品の GTR のエアロ組んで、はい。でホイール履いてマフラー入れて、車高下げてみたいなはい。ものが、結構出てるんですけど、はい。やっぱその GTR 仕様っていうのが人気で、そうするとたまにオークション会場とかでもそうだね600万超えてるやつとかもあるんですよ。そうなんですね。600万でオークション会場の例えば600万だとしたら600万って消費税とか全部入ってないんですね。税金とかもそうだし、はい。まあ当然いろんなオークション会場にかかる経費とかももちろん入ってないですし、はい。まあ車屋さんの経費ももちろん入ってない。はい。だから単純にその600万で落ちてる車は消費税入れたら660万で落ちてるんですよ。だからそれを例えばうちが会社として600万で落として仕入れて売るとしたら、はい。もう車だけで600消費税入れて660万でしょ。そうですね。よく邪魔されます。いいんです、しょうがないです。そうで、ね、600万で660万でしょ。でオークションからこっち持ってくる経費なりオークション会場で払う手数料なりって考えると、はい。販売価格はもう優に700万超えちゃうんですよね。はい、じゃあ日本の皆さんにお伺いしたい、700万以上で ER34 のスカイラインクーペ純正高速ターボ一番人気があるとはいえ700万オーバーで買う人いますか？ちょっと出せるイメージわかんないです。そうなんですよね。だから現実的にはどんなに物が良くても700万オーバーで買う人いないでしょ。いないでしょって言い方変だけどさ、そうなんですよ。でなんだけど、でもさっき言ったように車屋さんが仕入れる場所、まあ魚屋さんでいうところのね築地市場、今豊洲になっちゃったか、はい、そういう市場の価格、市場での仕入れ値は500万なり600万なりで取引がされちゃってる車なので、はい、どうしてもなんか現実と値段がこうかけ離れすぎちゃってるっていうイメージの車です。僕のイメージね、はい、ここまで OK？ はい、はい、じゃあ今日紹介するこちらの車、値段貼ってあります。その前振りの中、はい、なんとびっくり、あれ185万円。なんか安く感じないですか？安いはい、安いですよね。安いです。安いですよね。安いのかな、わかんないけど。
そう今日紹介する車、こちらは185万円の車です。しかも、最後に紹介しますけれども、ここからさらにですね、お値段を安くします。はい、ジャパネットみたいなスタイルです今日は。で、この車のまず内容を言うと、年式でいうと2000年式、平成でいうと平成12年式になりますね。で走行距離は14万5300キロと、修復歴は、左の後ろに軽くあり、で、グレードですね。グレードに関しては、25GTV っていうグレードになります。25GTV っていうのはエンジンはターボ。ターボ。はい。エンジンはターボ。ターボ。ターボじゃねえんですよ。ターボじゃない。そう。AR34のスカイラインは、GT ターボ。ターボ車は GT ターボってちゃんとつくんですね。そうで GT で止まってたりとか GTV っていうのは、NA のエンジンになります。なんでこれはノンターボの車になります。なるほど。はい。はい、NA のエンジンですね。でクーペじゃなくてさっき言ったようにフォードはセダンという形で、さっき言ったお値段185万円が今日は YouTube 限定なのか、もしかしたらもうちょっと安くなるかもっていうのの話です。で実際にですね、さっきそのクーペに関しては500万だ600万700万だって話しましたけれども、ER34 のスカイラインのセダンに関しても、ターボがついて純正高速マニュアルだったら、やっぱりね300は切らなくなってきてるかなと思っていて、やっぱりこう値段が引っ張られるって言い方が正解なのか、クーペに引っ張られて、セダンの方もやっぱ値段がどんどん高くなっちゃってるような、そんなイメージがあります。でなんでこの車が安いかっていうと、いろんなちょっとポイントがあって、要はその、皆さんご存知の通りやっぱり輸出が絡んでるんですよね。輸出に、適した車は、ものすごい高い値段で取引がされている。例えば25年経ってる車、さっき言ったように、クーペでありターボでありマニュアルであり、程度もいいもの、修復歴もない、ここら辺に関してはバイヤーコレクター全世界の人たちが目をつけてるので、値段が高いんですよ。でこの車は逆に言うとそこら辺を全部外してるんですよね。さっき言ったように年式に関しては2000年なんで、まだ23年しか経ってない、だからアメリカに輸出するためにはあと2年必要なわけですよね、時が。っていうのが一つで、もう一つは、GTV、NA エンジン、ターボエンジンじゃない、ここもちょっと外してる点、でもう一つは、フォードア、さっき言ったようにフォードアタイプ、クーペじゃなくてフォードアタイプ、っていうところが外してあります。なんでここら辺が全部ポッポッポって外れると結構値段が安く買えたりします。そう、なので、さっき言ったように、何度も繰り返しになりますが25年経ってない、ターボエンジンじゃない、クーペじゃない、加えて走行には影響ないけれどもリアに軽く修復歴がある、ここら辺が要因になって、値段的には結構安い100万円台で買える34のスカイラインという形になっております。でもね、この車結構社外品もたくさんついてあったりとか、メンテナンスもそれなりにしてあったりとか、でしかも前乗ってたオーナーさんも東京都内のオーナーさんなので、錆とかの影響もそんなに受けてなくて結構程度のいい車だと僕は思ってるので、ぜひ、ちょっと見てもらって気になる方は問い合わせしてもらえればと思います。じゃあ、早速外装のついてるパーツからいきましょうかね。まずは純正のオプションのフロントリップスポイラー、ここら辺ですねとか、エアロンに関しては全部純正ですかね。サイドスカートも純正、リアスカートも純正という形になっております。で、アルミホイールに関しては円形の、17インチですね。18インチか。失礼しました。18インチです。でですね、足回り、これ、アルミが入ってるじゃん。で車庫帳に関してはオーリンズの PCV の車庫帳が入ってて、でさらにニスモのスタビが入ってて、で結構ねそこら辺スタビライザーとかまで入れてあると。であとは、LSD もニスモの LSD が入ってるのかっていう形の、車ですね。で、リアに関しては、マフラーが富士ツモの、2本出しレガリス R、2本出しのマフラーが入ってるという感じです。車検は対応で後で音聞いてもらうけど、そんなに音もねうるさくなくていいんじゃないかなと思います。こんな感じですね。
で、色は黒はこれ純正のブラックなんでね、はいオールペンとかはなしという形です。はいで続きまして、じゃあどうしようかな。外装の傷、じゃあまとめていっちゃいましょうか。はい傷に関しては結構ちょこちょこあります。大きい傷はないんだけど、細かいのがちょっとあっちこっちにあるっていう感じで、例えば、はいここにちょっとうっすらへこみがさはいあったりとか、ここら辺に線傷のタッチペンがあったりとかします。はいサイドもちょっとここら辺色はげが出てたりとか、あと横後ろもまあここら辺もね、結構みんなこれ上はげちゃうんだよね。はいこういう色はげがちょこちょこあったり、これでもそうですね。ここにもちょっとした傷がありますね。そう、右のサイドスカートもちょっと擦り傷があるという形です。はいなんか一つ一つはさ、あんまり目立たないっていうかちっちゃいんだけど、はいちょっといろんなところにこうたくさんあるっていう感じそうですね。ですかね。はいだからあれだよね、変な話だけど GTR 仕様とかが今流行ってるからさ、はいバンパー変えてオールペンするとかさ、はいそういう人なんかは、まあ、その時まとめて全部直しちゃえば、はい綺麗になるよねっていう感じなので、まあ一旦そのままうちはこの状態で展示しているという形でございます。ではですね、じゃあ次はどっち行こうかな。内装、エンジンルーム、エンジンルームをエンジンルームお願いします。了解です。じゃあ次はエンジンルームを紹介しましょう。はいよいしょ。はい。エンジンルームに関してはこんな感じです。まあチェックすべきはね、みんなご存知のこのストラット周りっていうんですかね。ここがやっぱり錆が出てない車はいい車だと思います。前のオーナーさんは平成15年、そう平成15年2003年から都内のオーナーが所有されてた車という形なので、まあさっき言ったようにあんまり錆の影響を受けてないっていうのが、まあこういうところからも見受けられるんじゃないかなと思います。はいやっぱりこのシールから錆が出てたりとか、はいまあこういうところから出てたりとかっていう車が結構多いので、はいそこら辺はプラスなんじゃないかなと思います。はいで、エンジンルームに関してはブリッツの、純正交換タイプのエアクリのフィルター、はい、あとはグリッドの強化イグニッションコイル、まあこれも開けないと分かんないけどね、入ってます。ブリッツのオイルクーラーですね。とか、ラジエーターも変わってますね。ラジエーターアルミ2層ラジエーター、あとはオイルキャッチタンクもついてます。これか、オイルキャッチタンク結構いろいろついてるでしょ。はい、タワーバーもついてるし、あとは、まあ、デフィの追加メーターですね。ここら辺のホース取ってね、つけてあるという形でございます。タイミングベルトも、平成25年2013年になりますか、平成25年の9万8000キロ時に交換してあるので、まあ、今14万5000キロですから、はい、まあまだ大丈夫じゃないっていう感じですかね。はい、まあエンジンルームはとても綺麗です。で、さっき言ったように修復歴は後ろなので、はい、前は特に修復歴ないので、はい、まあ、そこら辺は安心してもらえればと思います。はい、エンジンもそのままかけてみましょうかね。はい、こういうのはちょっと変えたいよね。こういうのは納車前に変えた方がいいですね。はい、オーリンズの車庫調の金色がね、ここで減衰力を調整できると思ってますね。はい、まあエンジンは一応こんな感じで、まあ、振動も、まあ、普通ですね。はい、特段異音もなく、ちょっとアクセル開けますけど、はい、もうエンジンもね、さっき温めといたんで。こんな感じでございます。調子は良さそうです。これね、結構調子いいと思ってるんですよ。はい、で、まあ、確かにちょこちょこ傷あったりするんだけど、実はこれね、まあいいや、それ後で話すわ。はい、まあ外装エンジンルームはこんな感じ。はい、じゃあ次は内装行ってみましょうか。お願いします。はい。はい、
今エンジンかけっぱなしの状態で、内装はこんな感じです。モモレースの、ステアリング、はい、これは僕の GTR にくっついてるのと同じステアリングで、大きさがちっちゃくてですね、僕は結構好みのハンドルになってますね。であとは、シートがレカロの、SPG かなのフルバケが入ってます。であとはデフィの追加メーター、水温、油温、油圧、バキュームの追加メーターがついてたりとか、ドライブレコーダーがついてたりとかしています、はい、あとは電圧計かな、ステアリングコラムの上のところにあるのがね、はい、という感じですね。でよいしょ。でそうハンドルはこれでね、ワークスベルのクイックリリース、みんな大好きなのがついてますので、盗難防止にもなるんじゃないかなっていうのもありますし、はい、やっぱフルバケット車って結構乗り降りしづらいんで、はい、取ってからここのスペース取って乗り降りしてもらった方が楽じゃないかなと思いますね。はい、基幹的なところは、これ結構調子いいと思ってて、さっき言ったようにタイベル交換してあるし、はい、クラッチのねマスターだったかな、もう、確かオーバーホールしてあるんですよ。はい、それ記録簿にも書いてあって、記録簿もディーラーでやってる記録簿が10枚ぐらい残ってるので、はい、とかっていうのもあるし、エアコンもしっかり今効いてますし、パワーステも、問題なく、パワーウィンドウとかも問題なく動きますよと、パワーウィンドウのミラーも問題なく動きますし、という形でございます。でクラッチも、ニスモのカッパーミックスのクラッチに変えてあって、はい、つながりも全然普通に変な位置でつながったりとかもないので、まだ全然クラッチ残ってるんじゃないかなと思いますね。はい、でシフトに関してはニスモのソリッドシフトが入ってるので、これだけ乗っちゃうとね、比較しないと分かんないんだけど、はい、ちょっとクイックイってこう入るような、はい、そんなイメージになってますね。はいはい、じゃあ次はマフラーサウンドチェックいきましょうか。お願いします。ちょっと前に出しましょうか。はい、でこれが今アイドリングの状態ね。はい、よし吹かすね。はい、こんな感じでございます。はい、音もやっぱり車検対応だからさ、はい、全然静かでしょ。静かです。うん。はい、でこの車はね、走行シーンもYouTube の動画でもう上がってるので、はい、それを見てもらえれば、どんな走りをするのか見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、何度も言うように個人的には小傷はちょこちょこあれど、はい、結構程度いいと思うんですよ。はい、でしかも値段もさ買いやすいじゃん。はい、ここからこれ買ってカスタムするでもいいし、じゃあエンジン乗せ替えたりとかするでもいいかもしれないし、マニュアルの練習用で一番初めの車として買うでもいいし、はい、若い子なんかにはおすすめなんじゃないかなと思いますね。はい、ちょっとライトがねくすんでる。そうこれさ、やっぱこの年代のってプラスチックっていうのかな、はい、樹脂カバーだからさくすんじゃうんですよね。これガラスなんですよ。だからもう全然違う。でこっちはくすまないんだけどさ、はい、ただこれに関しても今ねGTR もそうなんだけど、ヘッドライトのリペアキットみたいなのが売ってて、はい、この外側のカバーだけ、はい、で大体3万5千円とか4万円ぐらいで買えるのかな。でピン外してカバーだけを外してそっちの綺麗なのに変えてあげれば、はい、これ綺麗にできると思いますので、はい、そういうのを楽しみながら乗るのも古い車の醍醐味なんじゃないかなと思います。はい、じゃあお前やっとけよって言われそうだけどさすいません、はい、そこはお客さんにやってもらうという感じでございます。じゃあ、本日はここまでで、今日はこの1台紹介、相場爆上がり中の34スカイラインなんですけれども、はい、高いのは500万600万700万の、クーペもありますと
ただその中でも今回紹介するのは185万円のスカイラインセダンでした。はい、安い理由は、セダンであり、NA エンジンであり、あとやっぱ燃式が一番大きいと思ってます。はい、燃式が、2000年式、まだ23年しか経ってないから、まだこの値段で出せると思っています。はい、これが多分、25年経っちゃったりとかすると、またちょっと相場が変わってくるんじゃないかなっていうのが、まあこれはね、多分この動画見てる人はみんな分かってることだと思うんですけれども、はい、という形でございます。はい、はい、ではですね、さっき言った値段を発表します。はい、この車、さっき言った185万で売ってるものを、今プライスダウンしてて、はい、169万5000円まで値段下げました。結構いいよね。15万円ぐらい下がる。正直言ってですね、この車1、2こうやってきてからですね、はい、半年ぐらい経っちゃってるんですよ実は。結構なんで売れねえのかなと思ってさ、はい、いいんだけどな、結構いろんな車ある中で安いしすぐ乗れるし、はい、まあ一応ついてるもんついてるじゃん、はい、でメンテナンスもされてるし、気になるサビも出てないし、はい、結構僕的には自信を持っていい感じと思って仕入れたんですけど、はい、意外と売れねえんですよそうなもんで、いいや値段下げちゃおうっていう感じです。なるほど。はい、はい、ぜひ買ってくれる人がいたらよろしくお願いします。はい、はい、買う人がこれで現れなければオークションに投げて終了ですたまにあるけど。そうだからまあ車屋さんあるあるでね、この間も一緒の車屋さんとご飯食べてる時話したけど、なんか車屋さんがこうさ、スタッフがいやこれ超いいっつって自信を持って仕入れた車ってなんか意外と売れなかったりするみたいなのがあって、まあ、それって何なんだろうねみたいな話をしてて、はい、でこれって売れるかなとか思って仕入れたのが意外とスポッて売れちゃったりとかして、あ、こういうの売れるんだみたいな。もう僕も何年20年ぐらいやってるけど、いまだにそこは分かんないです。これがまた車屋さんの難しいところであり、まあ、面白いところかなとも思ってるので、はい、っていう感じでございました。はい、よし、なんか質問ありますか？今回はないですか？特にこの同じぐらいの年式とか34の GTR ってなると何倍ぐらいになるんですか？クーペの話でしょ。クーペでクーペの話だと3倍ぐらい。今もう多分ベースグレードで1500万ないと買えないんじゃない？ 1500 が多分最低なラインだと思う。要は34のスカイライン GTR ね、はい、1500が多分まともに乗れるって言い方変だけど、まあ、1500万ぐらいあれば、まあ、ギリギリなんか選び出せるみたいな感じで、1000万じゃ多分買えないと思う。まあ買っても多分どうにもならない車だと思う。まあ V スペック2とかさ、まあ、それこそニュールとかになっちゃったら2000万3000万とか、はい、そういう話になってきちゃうんですけど、最低でも1500万ないと多分 R34 の GTR の方は狙えないんじゃないかなと思いますね。だから結局 34GTR が上がっちゃった、なんでクーペも上がっちゃった、はい、僕はそう思ってます。で、クーペも上がっちゃったからセダンのホームの、まあ、ターボモデルも上がっちゃってる、まあ、そんなイメージであります。はい、じゃあそんな感じで、はい、今日はこの34スカイラインを紹介させてもらいました。結構いろいろね、またちょっと散策しますか。これは今日入ってきたばっかりのスペック S ですけどね、シルビアもうちょっといろいろ手かけるけど、はい、上げられるかなと思ってたりします。はい、はい、僕のはこれは売らないですけどねブレーキ変えたんですよ。いいでしょめちゃ効く。きますか？はい、年に合わせて車高がどんどん上がっていくっていうそうですね。もっと昔ベタベタだったけど、はい、まあそんな感じかな。次回はこれと、まあ、あとインテグラが入ってたりとか、はい、あとは、R32 のスカイライン GTR、はい、と、R33 のスカイライン GTR、はい、これが2台今入ってて、で、はい、今ちょっとこれを、仕上げてる最中という形になりますので、まあ、この2台は結構ご期待してもらえれば、はい、これは絶対 YouTube 僕上げようと思ってるので、まあ、何度もなっちゃうけど、そう YouTube 上げる頃にはもう売れちゃってることがあったりとか、はい、前回上げたRX7 あるじゃない、はい、RX7 もYouTube アップした日の、次の日にはもうそれ見たお客さんが来て、それで買ってもらってみたいな感じ、もうソールドアウトになっちゃってるので、はい、もし気になる方は早めにもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、はい、OK ですね。はい、はい、じゃあ本日はここまでで、値段は185万から169万5000円に仕上げます。はい、はい、じゃあそんな感じで今日はありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。お願いします。Spend less time in your head.